こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は味の素です。旨味から始まり、調味料、食品、冷凍食品、アミノ酸、ヘルスケア、そして電子材料へ広がった会社を見ていきます。味の素の物語は食卓の小さな違和感から始まります。甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦い、その4つだけでは説明できない出汁の深い味わい。そこに旨味という入り口がありました。池田九九は昆布だしの中にある味の正体を探りました。研究室で見つけたのは食卓の感覚を科学の言葉に置き換える道でした。味の素の物語は食と科学が出会う場面から始まります。発見だけでは会社にはなりません。大切なのはそれを人々の暮らしに届けることです。旨味を調味料として広げることで研究の成果は商いになり、商いは食卓へ向かいました。味の素という名前を聞くと、まず食卓を思い浮かべる人が多いはずです。家庭の料理、外食、加工食品、毎日の食事に近い場所で味を支える会社として広がっていきました。調味料は小さく見えて大きな事業です。料理の味を整え、地域ごとの食文化に入り込み、長く使われるブランドになります。食品会社の強さは食卓に何度も戻ってくることにあります。味の素は調味料だけの会社ではありません。加工食品、冷凍食品、スープ、ソース、さまざまな食品を持ちます。忙しい生活の中で便利さと味をどう両立するかが問われます。味は国によって違います。だから世界展開は同じものをそのまま売るだけではありません。地域の食文化を理解し、その土地の味に合わせる。味の素は世界の食卓に合わせて姿を変えてきました。日本のだし、東南アジアの料理、南米の食卓。食は文化そのものです。味の素を読むときは世界に出る会社でありながら地域の暮らしに近づく会社として見る必要があります。冷凍食品は単なる時短ではありません。品質、物流、工場、家庭での使いやすさが重なります。美味しさを保ったまま届けるためには見えない技術と管理が必要です。ここから味の素のもう一つの顔が見えてきます。食卓の会社であると同時にアミノ酸を中心にした科学の会社でもあります。食の経験が研究開発の世界へつながっていきます。味の素はアミノ酸の知見を事業の土台にしてきました。食品だけでなく栄養、ヘルスケア、発酵、素材へ広がる考え方です。会社はこれをアミノサイエンスとして位置づけています。ヘルスケア領域ではアミノ酸やバイオ技術の知見が使われます。ただし、ここで大切なのは効能を断定しないことです。企業を理解するために研究と事業の広がりを見るのです。食品や健康に近い話は言い方がとても大切です。体に良い、効く、治る。そうした言葉を簡単に使ってはいけません。私たちは会社の事業構造として慎重に見ていきます。味の素には意外な顔があります。電子材料です。食品会社なのに半導体や電子機器に関わる材料を持つ。ここにアミノ酸や素材技術から広がった会社の奥行きがあります。食卓の近くにある会社が研究室を通り電子材料まで広がる。ここが味の素の面白さです。食品の安定性と科学技術の成長性が同じ会社の中に同居しています。では翔平の小さな帳簿を開きます。味の素の数字を見るときは食品だけでなくアミノサイエンス、ヘルスケア、電子材料まで含めてどこで利益が生まれているかを見ます。2026年3月期、つまり FY2025 の売上収益は1兆5301億円でした。毎日の食卓に近い会社でありながら世界規模の大きな事業になっていることがわかります。同じ期の事業利益は1630億円でした。味の素を見るときは売上の大きさだけでなくどの事業が利益を支えているかを見る必要があります。親会社の所有者に帰属する当期利益は907億円でした。売上、事業利益、最終利益を並べると食品会社でありながら研究開発や素材事業も抱える会社の姿が見えてきます。FY2026 の会社予想は売上収益1兆5800億円、事業利益1700億円、親会社利益1000億円です。
予想は約束ではありません。これからの地図として見ます。味の素の利益は一つの商品だけで決まるものではありません。調味料、食品、海外、冷凍食品、アミノサイエンス、電子材料、それぞれの事業が違うリズムで会社を支えます。第一の鍵は食品ブランドの力です。長く使われる調味料や食品は生活の習慣に入り込みます。一度だけ売れる商品ではなく、何度も選ばれることが大切です。第二の鍵は海外成長です。味は国ごとに違うため、海外展開では地域ごとの調整力が問われます。世界に広げるほど、ブランド力と現地理解の両方が必要になります。第三の鍵は冷凍食品です。忙しい生活、物流、品質管理、家庭での使いやすさ、便利さだけでなく、味と信頼を保てるかが競争力になります。第4の鍵はアミノ酸技術です。旨味の会社として始まった知見が発酵、素材、ヘルスケアへ広がります。食卓の会社が科学の会社でもある理由がここにあります。第5の鍵は電子材料です。食品会社のイメージだけで見ると、この事業を見落とします。半導体や電子機器に関わる素材は、味の素の収益構造を見る上で重要です。第6の鍵は原材料価格と為替です。食品は原料、エネルギー、物流の影響を受けます。海外事業が広がるほど、為替の動きも数字に影響します。第7の鍵は研究開発です。味の素は食卓の会社でありながら研究開発型の会社でもあります。今日の利益だけでなく、次の事業を育てる投資も見なければなりません。一つ目のリスクは原材料価格です。食品事業では原料やエネルギーの価格が利益を圧迫することがあります。価格転嫁ができるか、ブランド力が試されます。二つ目のリスクは為替です。海外売上が増えるほど通貨の動きが決算に効いてきます。追い風の年もあれば向かい風の年もあります。三つ目のリスクは競争です。調味料、加工食品、冷凍食品は競争が激しい市場です。価格、味、ブランド、売り場、広告、物流、多くの要素で比べられます。4つ目のリスクは健康や表示に関する信頼です。食品やヘルスケアに近い会社ほど表示、品質、安全、言葉の使い方が重要になります。信頼は長く積み上げるものです。5つ目のリスクは電子材料の市況です。半導体や電子機器の需要は波があります。成長性がある一方で、市場サイクルや顧客の投資動向にも左右されます。今日の一つ目の鍵、味の素は旨味の発見から始まった会社です。食卓の感覚を科学で読み解き、それを事業として広げたところに原点があります。二つ目、味の素は食品会社であると同時にアミノサイエンスの会社です。調味料や食品だけでなく、ヘルスケアや素材へ広がる力を見ます。三つ目、電子材料という意外な顔を見落とさないことです。食の会社というイメージの奥に、素材技術と世界市場へつながる別の柱があります。味の素の物語は、昆布だしの旨味から始まり、世界の食卓へ広がり、アミノ酸、ヘルスケア、電子材料へ進みました。優しい食の名前の裏に、研究と事業の長い積み重ねがあります。次に味の素を見るときは、調味料だけを見ないでください。食品ブランド、海外展開、冷凍食品、アミノサイエンス、電子材料、原材料価格、為替を分けてみます。数字の奥には食と科学をつなぐ仕組みがあります。上杉翔平でした。次の物語でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。